皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の選挙における無茶苦茶な公約について取り上げていこうと思います。韓国のプサンという大都市があるのですが、このプサンにおける首長補欠選挙というものが4月7日に行われます。この選挙をめぐっては、与党も野党もそれぞれが実現するかどうかというのは全く無視した状態で、相手がこう言うんだったら自分たちはもっとこういうものだといった具合にして、とにかく政策そのものがかなりエスカレートした状況になっています。そのこと自体はそれは韓国国内の話ですからそれは別にいいのですが、問題なのはその政策の中には日本の九州と韓国のプサンをつなぐ日韓海底トンネルという政策も持ち上がっているのです。日本側では全くそんなことを考えていないにもかかわらず韓国側で盛り上がっているので、今回はそのことについても触れていきましょう。それでは韓国の選挙における公約というものがいかに無茶苦茶であるか、関連ニュースから見ていきましょう。ハイパーループ、韓日海底トンネル、プサンに100兆ウォン台の公約注ぎ込む韓国の与野党。サムスン電子半導体工場から退勤後、ハイパーループ、真空チューブ輸送に乗って15分後に海上野球場に行ってプロ野球を見て、その日のうちに海底トンネルや高速鉄道に乗って日本や北朝鮮に到着することができる。4月7日プサン市長補欠選挙を狙って与野党が出した公約が全て実現すればの話だ。与野党問わずプサンを舞台に SF 小説級の開発公約が続々と出されている。ソウル市長補欠選挙候補が野党側が新婚夫婦約1100万円支援、与党側が週 4.5 日制などの分配やワークライフバランス中心の公約に集中しているのとは明らかに異なる。インハ大学政治外交学科のチョン教授は、ソウルと違い、プサンは経済成長動力が急激に落ちているとし、経済回復に対する住民からの熱望を開発公約で先導していると話した。与野党が繰り出すマンモス開発公約に必要な予算の推定値は100兆ウォンをはるかに超える。与野党が揃って声を出しているパドク新空港建設だけでも約10兆7000億ウォンが必要だ。韓日海底トンネル vs 南北高速鉄道。今月1日、野党国民の力のキム非常対策委員長は、プサン河北島と日本九州をつなぐ韓日海底トンネル建設を積極的に検討すると明らかにした。韓国鉄道施設公団が2010年に100兆ウォン以上かかるが、莫大な投資金を回収するほど通行量を確保することができるかどうかわからないと分析した政策だ。だが、キム非常対策委員長は、日本に比べて財政負担ははるかに少なく、付加効果は54兆5000億ウォン水準、雇用誘発効果は45万人に達する途方もない経済効果が期待されると話した。韓日海底トンネルは1930年代から周期的に現れては消えるアイデアだが推進されたことはない。プサン大学都市工学科のキム教授は、普段は関心もないのに選挙の時節になると復活するのが韓日海底トンネルと話した。民主党は4日、プサンを起点にした南北高速鉄道で対抗した。この日、南北高速鉄道推進特別委員会を発足させた与党は15兆ウォンを投じて、プサンから北朝鮮、中国、ロシアまで高速鉄道で連結すると明らかにした。ソウルからプサン16分可能 vs 10年以内には不可能。河北島新空港の他に、プサンに導入するべきだと口を揃えた最新技術にはハイパーループもある。ハイパーループは真空管の中をカプセル型列車を時速 1000km 前後の超高速で走らせることができるという次世代移動手段だ。アーバンループ、ハイパーチューブなどとも呼ばれる。野党のパク元議員は昨年12月の1号公約としてアーバンループを設置してプサンを15分生活圏にすると発表した。河北新空港からプサンの主要地域をアーバンループでつなぐという構想だ。これに対して与党のキム元議員はラジオインタビューで、10年以内には絶対実現できない話なのに1年間の市長選挙に登場して1号公約に掲げるのは少し情けなくとんでもないと指摘した。キム氏のこの批判は翌日、与党民主党の K ニューディール本部が韓国鉄道技術研究院を訪問してハイパーチューブを広報して気まずいものになった。共に民主党はこの日、ハイパーチューブでソウル・プサンを16分以内に連結することができるとしながら出退勤も可能になると説明した。ドーム球場 vs 海
海上野球場。野球場関連の公約はプサン市長選挙の常連だ。1985年に竣工した球場の状態が限界に達していて、プサン野球ファンの間では、野球場を新しく建ててくれれば誰でも選ぶという話が出るほどだ。与党側の民主党では、ホテルなどとともにドーム球場を無名に作ってランドマークにしようという提案も出てきた。これに対し野党側はいっそ野球場を海上に作ろうという公約を掲げた。波が静かな港にフローティングシティを作るとし、この上に海上野球場、公園会場などを作ってランドマークにすると明らかにした。記事の中で登場した日本と韓国とをつなぐ海底トンネル。この海底トンネルに対して韓国の人たちがどう思っているか世論調査が行われました。日韓海底トンネル賛成 41.2%、反対 46.5%、野党では賛成が優位。韓国ではプサン市長補欠選挙を4月7日に控える中、野党第一党国民の力が地域公約として提示した日韓海底トンネル建設についての世論調査が実施された。野党の支持層では賛成の割合が多かったが、与党の支持層では反対世論が多く、支持政党によって賛否が分かれた結果となった。韓国世論調査企業 M ブレインパブリックがプサンに住んでいる満18歳以上の男女1000人を対象に実施、9日公開した調査結果によると、プサンのカドク島と日本の九州を結ぶ海底トンネル建設について、どのように考えるかという質問に、回答者の 46.5% が反対すると答えた。賛成すると答えた回答者は 41.2% となり、反対意見より 5.3 ポイント低かった。わからない無回答は 12.3% であった。お聞きしていただいたように、プサンにおけるこの市長選挙に関連する政策論争というのは基本的にまともな話し合いというものがほとんどされていないと言った方が良いでしょう。少なくとも首都ソウルにおける話し合いというのが、具体的には働く時間をどうしようかであるとか、子育て支援のためにどれだけお金をかけようかというかなり地に足のついた論争とは異なって、プサンにおいてはもうありえないような話というのがどんどんと飛び交っている状況です。例えば、野球場が古くなってしまったから新しいものに変えようというのは別に日本でもよく見られる光景なわけですが、だからといって海上野球場にしようとなどとは誰も言わないでしょう。このあたりは何の話かというと、中東の観光都市ドバイなどを意識して海上に様々なリゾート施設を建てて、その中に野球場も建ててしまおうといういわば観光政策を他からパクっているということです。もちろん中東における成功例というものがあるので、これを真似てしまおうというのも韓国らしいといえば韓国らしいのですが、当然のように全く実現性はありませんし、観光都市でもない野球場などに海外から人が来るわけもなく、当然のようにお金をドブに捨てる行為、この場合だと海に捨てる行為に過ぎません。そういった意味では最初の空港建設の話などはどちらかというとよくある話で、物流を活性化させるために空港を拡張しようなどというのは別にそれほど奇抜なわけではありません。しかしこの話というのは与党も野党もどっちも言っているものですから、そのこと自体はもう政策論争の中心ではありません。どっちが勝っても空港は作るんでしょうという話なので、それ自体では関心は引かないからです。そこで出てきたのが様々な実現するかどうかはもう2の次3の次の話です。例えばハイパーループの話にしても、韓国で独自技術としてハイパーループが作れるわけではありません。この分野においてはアメリカのベンチャー企業などが実験施設などを建てて、すでにプロトタイプなどが存在しますが、韓国にはそのような施設というものがありませんから、こんなものを作るんだという思いを描いているだけに過ぎません。ですから与党議員がこんなものできるわけないよといったその後において、その党がこのハイパーループというものを作ればプサンとソウルというものがあっという間につながるんだという夢物語を語っているのはもうまさに笑い事としか言いようがありません。そのように実現するかしないかというのを全く無視した形で出てきている話の一つというのが日韓の海底トンネルです。こうした海底トンネルというのはそれこそフランスとイギリスとの間に海底トンネルがあることからもわかるように、国家と国家をつなぐパターンというものも存在します。しかし韓国と日本の間には物理的な距離以上にはるかに心の距離が遠い問題があり、このような海底トンネルを掘るという話は経済性がどうかといった話をまず横に置いておいても、心理的な問題としてそもそもありえないものです。ところが韓国側においてこうした日韓海底トンネルについての是非を問うた時に、なぜか賛成の割合というものが意外と多いと皆さんは思われなかったでしょうか。なぜこのようになっているかというと、
この日韓海底トンネルの話を出してきた野党側の説明に問題があります。日韓海底トンネルというのは日本側もお金を出すという話になっていて、そのお金を出す割合というのが韓国側よりも日本側の方がより多くのお金を出すから、韓国側がこの海底トンネルを作る時には別に負担は大してないんだよといったようなニュアンスを含んだ説明を行っています。ですから日本側が作ってくれるんだったらいいやみたいな、よくわけのわからない認識が少し広がってしまっているのです。日本側としてみればこの日韓海底トンネルが作るよなどという話は全く盛り上がっていませんし、政治的にも進んではいませんから、一体韓国は何を言っているんだろうと思うわけですが、日本側にこの日韓海底トンネルを主張している人たちというのは確かに存在します。それは統一教会と呼ばれる宗教組織で、この統一教会が推進するにあたって試掘トンネルというものも実際に掘られています。ですから、あたかも韓国側としては日本側でも日韓海底トンネルを望んでいる動きがあるよとこれを利用しているのです。なお、統一教会がこれを日韓海底トンネルを推進するにあたって資金が全く足りないので、実際にはこの話というものは進んでいません。そして統一教会という宗教組織が推進するのは世間的にも風当たりが強かったのでしょう。その後、民間財団というものを設立し、それを隠れるのにして現在でも推進するための広報などを行っています。そういった意味で、この日韓海底トンネルを作るか作らないか賛否を日本側で問えば、少なくとも 99.9999 何%の人たちは反対すると私は思います。少なくとも経済的には全く見合わないですし、また安全保障上においても危険としか言いようがありません。なんで韓国側でこんなに賛成が多いかと思ったら、その実情としてトンネルを掘る技術も日本が持ってくるし、その資金も日本が持ってくる。それだったら少しは賛成してやってもいいかなという謎の上から目線でこの賛成の票というものが伸びているのです。このように韓国側というのは基本的に日本側がどう考えているかといったことを全く無視した形で話を進めるかなり滑稽な政治というものが展開されています。これが地方レベルではなく国政などでも行われるから、日韓の間における話し合いというのがまともに成立することがないというのがこれまでの日韓の歴史だったと言えるでしょう。こうした話というのはあくまでも一つの論点に過ぎませんが、この一つの論点から見てみても韓国の日本側に対する考えというものが大方わかるというものです。そしてこうした話というのがより多くの人が知ることができれば、それこそお隣の国だから仲良くしなければならないよねといったような意味不明な話というのも日本国内から消えていくように私には思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。